毎朝6時、鳥のさえずりとともに静かに目が覚めます。朝の光が差し込むリビングで温かいお茶を一口飲み、配達されたばかりの新聞を開く。それが健一さんの長年の日課でした。活字を追いながら世界の動きに思いを馳せる。その時間は何者にも代え難い至福のひとときでした。お父さん、朝ごはんできましたよ。恵子さんの声にいつものようにうなずき、ページをめくる健一さん。しかしこの頃、ほんの少しだけ違和感がありました。今まではスーッと目に入ってきた文字が、なぜか少しだけぼやけて見えるのです。眉間にシワを寄せ、新聞を少し遠ざけてみる。光の加減かな。健一さんは小さく独り言をつぶやきました。窓から差し込む朝日に少し目を細めながら、いつものようにお茶をもう一口飲みます。まさかこれが静かな変化の始まりだとは、この時の健一さんはまだ気づいていませんでした。ほんのわずかな目のかすみが日課の楽しみを少しずつ遠ざけていくことになります。数ヶ月が過ぎた頃、違和感はゆっくりと形を変えていきました。夕方、薄暗くなってきた部屋で文庫本を開いた時のことです。最初の数ページを読むだけで目の奥が重くなり、頭の芯がずんと痛むような感覚に襲われました。お父さん、電気つけますね。恵子さんが静かに部屋の明かりを灯してくれます。それでも活字の輪郭がどこかにじんでしまうのです。手元を照らすライトを買ってみたり、メガネの度数を疑ってみたり、あれこれと試してみましたが、しっくりくることはありませんでした。メガネ店で新調したメガネも、最初はよく見えても、少し時間が経つとまた霞んでしまう。年には勝てないのかな。健一さんは開いたままの文庫本を静かに閉じました。大好きだった読書も数空き分読むのがやっとになり、いつの間にか本を開く回数が減っていきました。昼間に散歩をしていても街角の看板の文字がふっと影の中に隠れてしまうような、そんな感覚。見えないことへの焦りが少しずつ健一さんの表情を固くしていきます。毎朝楽しみにしていた新聞も見出しをさっと眺めるだけで畳んでしまう日が増えていきました。ある日曜日のこと、息子の健太さんが久しぶりに実家に顔を出しました。食卓を囲みながらたわいもない会話が弾みます。健太さんがスマホの画面を見せながら言いました。親父、これ見てよ。孫の最新の写真。健一さんは笑顔でスマホを受け取りますが、画面に顔を近づけたり話したりを繰り返します。大きくなったな。そう言ってスマホを健太さんに返しました。本当は孫の可愛い表情がよく見えていませんでした。その日の夕方、恵子さんはリビングの棚の隅に小さな虫眼鏡が置かれているのを見つけました。新聞の横にひっそりと置かれた小さなルーペ。健一さんが誰にも言えず、一人で虫眼鏡を使いながら一生懸命に新聞を読もうとしていた姿が目に浮かびました。誇り高く人に弱みを見せるのが苦手だった夫が、人知れず虫眼鏡に頼っていた恵子さんの胸にキュッと痛みが走ります。お父さん、声には出さず、恵子さんはそのルーペを静かに見つめました。見えなくなることへの恐怖と老いを受け入れられないもどかしさ、健一さんの小さな背中に漂う寂しさを恵子さんは痛いほど感じていたのです。このままでは健一さんの心まで暗くなってしまうかもしれない。そう思った恵子さんは静かに思いを巡らせ始めました。ある日の夕暮れ時、健一さんはベランダに立っていました。沈んでいく夕日を眺めながら重いため息をつきます。
その背中に恵子さんが優しく声をかけました。お父さん、ちょっとお茶にしましょう。お湯の沸く温かい音が部屋の中に響きます。恵子さんは温かいお湯を注ぎながら静かに話し始めました。お父さん、新聞を読むのが辛そうね。健一さんは一瞬体をこわばらせました。誰にも気づかれていないと思っていたからです。まあ年だからな。目も衰える強がりを言う健一さんに恵子さんは微笑みながら言いました。目を大切にするって特別なことじゃなくてもいいみたいですよ。ただ諦めるのではなくて目を休ませてあげる方法があるみたい。恵子さんの言葉には責める色も無理強いする気配もありませんでした。ただ健一さんの暮らしをもう少し楽にしてあげたい、そんな優しさが温かい湯気とともに漂っていました。毎日ほんの少しだけ目のための時間を作ってみない？健一さんは恵子さんの顔を見つめゆっくりとうなずきました。もう一度自分の目でしっかり新聞を読みたい、その素直な気持ちが健一さんの心の中に静かに明かり始めました。次の日から佐藤家の日常にささやかな変化が加わりました。特別な道具も難しい医療器具も使いません。恵子さんが提案したのは毎日の暮らしの中でできる本当に小さな行動でした。朝新聞を開く前に健一さんはまず窓辺に立ちます。ベランダから遠くに見える大きな木の葉っぱをじっと見つめゆっくりと3秒吸えます。次に自分の爪の先をじっと見つめてまた3秒遠くと近くを交互に優しく見つめる動作を毎朝1分間だけ繰り返すようにしました。遠くの緑を見ると目の緊張がほぐれるそうですよ。恵子さんの声を聞きながらパチパチと優しく瞬きをします。目の乾きを防ぐように意識してしっかりと瞬きをする。それだけでも目の周りのこわばりが少し和らぐ気がしました。そして夜お風呂上がりの食卓、恵子さんは温かい蒸しタオルを用意しました。はい、お父さん、これを目に当ててみて。電子レンジで温めた心地よい蒸しタオルを目の上にそっと乗せます。じわーっと温かさが広がっていきます。目の周りの筋肉がほぐれ血の巡りが良くなっていくような温かい感覚が疲れた目の奥まで染み渡ります。ああ気持ちがいいな。健一さんの口から自然と吐息が漏れました。この温め習慣も1分ほど乗せておくだけの簡単なものでした。さらに食卓にもさりげない工夫が並び始めました。夕食の食卓には鮮やかな緑色のほうれん草のおひたしや香ばしく焼かれた鮭が頻繁に登場するようになりました。ほうれん草のルテインや鮭のアスタキサンチンがね、目にとても優しいんですって。恵子さんはそう言いながら小鉢を健一さんの前に置きます。決して目に良いから食べなさいと強制するのではなく、美味しいから召し上がれという温かい心遣いでした。また食卓にはいつでも水分が補給できるよう温かいお茶や温水が常備されるようになりました。体が乾燥すると目も潤いを失いやすくなる。だからこまめに水分を取る。それも恵子さんが調べた小さな暮らしの知恵でした。朝の1分間の遠近リセット、夜の1分間の温めタオル、そして目に優しいバランスの良い食事、どれも無理のない小さな日常の行動でした。健一さんは毎日このささやかな習慣を楽しむようになっていきました。数週間が過ぎた頃、劇的な奇跡が起きたわけではありません。相変わらず年齢相応の見えづらさはありました。しかし健一さんの表情には明らかな変化が現れていました。夕方になっても以前のような強い目の痛みや頭の重さを感じにくくなっていたのです。
毎朝の1分間の目の運動と夜の温めタオルが少しずつ健一さんの目にゆとりを与えていました。ある土曜日の午後、息子の健太さんが再び訪ねてきました。リビングで健太さんが仕事の書類を開いています。父さん、この資料の小さい文字、ちょっと読みにくいんだよな。何気なく言った健太さんの言葉に、健一さんは自分の眼鏡をかけ直し、健太さんの横に座りました。そしてテーブルの上に置かれた書類をじっと見つめます。どれだ？ああ、この注釈の部分か。健一さんは虫眼鏡を使うことなく、滑らかにその文字を読み上げました。すごいな父さん、虫眼鏡なしで読めるのか。健太さんが驚いたように笑いました。健一さんは少し誇らしげに眉を下げて微笑みました。台所でその様子を見ていた恵子さんはそっと胸をなで下ろしました。目立たないけれど確かな変化、毎日諦めずに続けた小さな習慣が健一さんの視界と心の張りを取り戻していたのです。お父さん、今日もきれいに夕日が見えますね。恵子さんの声に健一さんはベランダへ歩み寄りました。オレンジ色に染まる街並みが以前よりもずっとクリアに心に届くようでした。明けて翌朝の6時、いつものように鳥のさえずりが聞こえます。健一さんは窓辺に立ち、遠くの空と自分の手元を優しく交互に見つめます。1分間の大切な時間、そして食卓につき新聞を大きく開きます。虫眼鏡はもうテーブルの上にはありません。活字を追いかける健一さんの目はとても穏やかで生き生きとしていました。年を重ねることは何かを諦めることではない。ほんの少し自分をいたわり、小さな習慣を重ねていくこと、それだけで毎日の景色はこんなにも優しく輝くのです。お父さん、お茶をおかわりしますか？ああ、もらおうか。新聞越しに見える恵子さんの笑顔が温かく健一さんを包みます。今日も素晴らしい一日が静かに始まろうとしていました。あなたの大切な人の視界にも優しい光が届きますように。今夜から目のための1分間始めてみませんか？